こんにちは。楽して美味しいご飯が食べたいゆりこです。皆さんは電気圧力鍋を使ったことがありますか？私は2年以上愛用していて、過去にレビューやレシピの動画もたくさん出しています。具材を切って入れて放置するだけで美味しい料理が完成するので、めちゃくちゃおすすめです。その中でよく来る質問について今回の動画ではお話ししていこうと思います。今回話すのは余熱減圧時間についてとお手入れについてと、あとベイクモードについてです。まずは余熱減圧について。圧力鍋では調理時間の前に余熱時間、後に減圧時間が追加されて、余熱時間、加圧時間、減圧時間の合計が出来上がりまでの時間になります。減圧時間に関してはこちらのボタンを押すことによって短縮することができます。今回実際に押している時間を測ってみたところ30秒くらいでした。ここからは私がよく作るレシピ3つを紹介しながら余熱減圧時間を計測していこうと思います。余熱時間は短縮不可、減圧はボタンで30秒ほどに短縮可能ですが、今回は自然減圧した場合の時間を計測しました。時間は材料の全体量や水分量によって変化するので目安にしてください。まずはナスの煮浸しを作っていきます。ナスはヘタを取って半分に切り、その後薄めに切っていきます。そしたら圧力鍋に入れて圧力モードで5分。めんつゆ、鰹節、生姜を絡めたら完成です。この時の余熱時間は9分、減圧時間は3分以下でした。お次は無水カレーを作っていきます。まずは玉ねぎをざく切りにして圧力鍋に入れて、一口大に切った鶏肉も入れて、あとはホールトマト缶かカットトマト缶を入れて無水モードで10分。加圧が終わったら刻んだカレー粉を溶かして完成です。この時の余熱時間は13分、減圧時間は20分でした。お次は豚汁を作っていきます。こちらも玉ねぎをざく切りにして圧力鍋に入れる。人参も皮を剥いていちょう切りにしていきます。切れたら圧力鍋に入れる。こんにゃくは縦に3等分にしてから切っていきます。この大きさが一番食べやすいです。豚バラ肉をちょきちょき切ってほぐしながら入れていきます。今回ごぼう入れ忘れたんですけど、ごぼうは絶対入れた方が美味しいです。圧力鍋にセットして5分から10分でスタートです。余熱時間は23分、減圧時間は30分でした。お味噌を溶かしたら完成です。次は圧力鍋のお手入れについてです。今回は通常利用後のお手入れの仕方とスチーム洗浄について紹介していこうと思います。まずは通常のお手入れです。蓋の中の内蓋は引っ張ったら取ることができるので、パッキングと分けて洗剤で洗っていきます。この部分は丸洗いができるので、炊飯器を洗う時と同じようなイメージかなと思います。鍋の部分も通常のお鍋と同じように洗剤で丸洗いしていきます。蓋の方は部品を外して、こちらは洗剤は使えないので水で丸洗いしていきます。外した部品も水で丸洗いします。洗った部品たちはよく拭いてゴムパッキンもくっつけます。
本体の方は丸洗いすることができないので、濡れた布巾で拭き取ります。お鍋の周りの溝の部分は少し拭きづらいです。これで日々のお手入れは完了です。お次はスチーム洗浄です。お水を入れて洗浄ボタンでスタートするだけです。お次は購入してからほとんど使っていなかったベイクモードを使っていきます。今回作るレシピはビッグメロンパンで、ティファールの公式から出ているレシピになります。レシピの詳細は概要欄にリンクを載せておくので、そちらを見ていただけるといいと思います。まずはメロンパンの上の部分を作っていきます。お砂糖とバターを練り混ぜたところに少しずつ卵を加えて混ぜ合わせています。そこに薄力粉を入れてまた混ぜていきます。全体がこんな感じでまとまってきたら丸めてラップに包んで冷蔵庫で休ませておきます。メロンパンの下の部分のパン生地のところを作っていきます。強力粉とお塩とお砂糖と卵とドライイーストを加えて混ぜ合わせます。ゴムベラで混ぜて全体がまとまってきたら台に出して手でこねていきます。根気強くこねているとすべすべのパン生地になってきます。なんかレシピには指が透き通るくらいって書いてあったんですけど、こんな感じでできました。お鍋にバターを塗って先ほどの生地を入れて、まずは発酵モードで一次発酵をしていきます。35度で40分でスタートです。発酵して膨らんでますね。フィンガーテストをして戻ってこなければ完了です。丸め直して濡れ布巾をかけてベンチタイムを取ります。その後、先ほど冷蔵庫で休ませておいたメロンパンの上の生地を出してきて、平べったく綿棒で伸ばしていきます。そして先ほどのパン生地にかぶせます。この時にちょっと下の部分にもかかるようにくるんでおくと、クッキー生地が焼かれてちょっとカリッとなるので美味しかったです。小さなナイフで切り込みを入れて圧力鍋に戻します。お次は二次発酵です。発酵モードで35分の30分でスタートです。膨らみました。いい感じなのでこのまま焼いていきましょう。ベイクモード140度で35分です。いい感じに焼けました。出していきましょう。手のひらを超えるサイズのメロンパンができました。さすがに大きすぎて食べれないので、今回は6等分にしました。食べていきましょう。熱い。上の部分のカリッと感がもう少し欲しかったので、トースターで温めてみました。より美味しくなりました。
全部は食べれないので、切った後はラップに包んで袋に入れて冷凍しています。